今回の動画は為替相場を科学で解き明かします。投資家の皆さんこんにちは。空飛ぶ投資家クラウドです。今回も深淵なる投資の世界を覗いてみましょう。ということで今回のテーマは相場の本質ということでお送りしていきたいと思います。愚者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶ。ビスマルクの有名な言葉ですね。はい、この動画を最後まで見ると私のトレード手法、マジックトレードの根拠、科学的根拠がわかりますのでぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは FX 株式投資、オプション、ETF など投資を切り口として科学や金融、経済、歴史、心理学など投資の楽しさ、学ぶことの楽しさを発信する投資教育チャンネルです。私、クラウドの独自の目線と考え方でできるだけわかりやすくお伝えしようと思います。お知らせです。無料のオンラインコミュニティ今現在やってます。こちら、週末ですね、主に土日の21時からバーチャルコミュニティを使って交流。また、スラックでもコミュニティやってまして、今現在約20名参加してくださっております。無料のオンラインコミュニティですよね。こちらのトレード成績だったり、もちろん失敗した、損切りだったトレード、成功したトレードと、あと根拠とかもね、すべて手法も公開しております。今のうちにチャンネル登録と LINE 登録をよろしくお願いします。はい、ということでですね、相場の本質として、本編に入っていきたいと思うんですけども、こちらですね、インスタグラムで作った投稿になります。で、インスタグラム、ツイッターもですね、レジェンズ投資大学と検索して、ぜひフォローお願いいたします。はい。で、トレード手法徹底解説ということでですね、今回この1の章の相場の本質をね、ぜひこちらの YouTube でご紹介しようと思います。で、私はですね、このトレード手法を使ってですね、FX の株だったり、主に指数ですね、あとコモディティ、ゴールドだったり、もう全部、この手法で全部トレードしてますので、全部に使えますのでね、はい、ぜひ、皆さんの参考になればいいかなと思っております。はい、早速いきたいと思います。まずは FX の世界ですね。今回ですね、相場の本質を話すにあたってちょっと長くなりますのでね、はい、ぜひ最後までしっかりとご覧ください。FX の世界。はい、この世界で勝ち続けるのはあなたが想像しているよりもはるかに難しく、そして厳しいものだと思ってください。私は口が裂けても簡単に勝てるだとか、楽に勝てるなんてことは絶対言えません。はい、FX は最難関の投資なんです。だからこそ得られるリターンが大きいわけなんですが、残念なことにですね、この投資の界隈では上記のような言葉ですね、簡単だ、楽に勝てるみたいな言葉が飛び交っています。本当に簡単であれば、リターンが大きいはずないですよね。はい。冷静に考えてみればわかるはずです。だからこそ私はFX は最難関の投資だと口を大にしてね、情報発信をしております。はい、きっとこれをね、見てくださっているあなたはですね、FX の手法を探しているにね、違いないと思いますが、はい、簡単に勝てる手法があるはずだとか、勝てるチャート設定があるはずだとか、先にお伝えしておきますが、そんなものはありません。はい。チャート設定や手法はですね、あくまでも道具でしかないんですね。はい。例えばですよ、オリンピックで優勝した選手が使用していた靴をあなたが履いたら同じように優勝できますか？できるわけないですよね。選手たちは毎日血の滲むような練習を欠かさず、徹底した自己管理トレーニングを重ねて初めてオリンピックに出場できるわけです。しかも優勝できるのはその中がたった一人。FX の世界も同様だと思ってください。ここでね、注目すべきポイントというのはですね、選手にとっての靴はあくまでも道具だということなんです。靴は道具だということですね。はい、実際には選手の努力や経験にこそ本来の価値があるはずなんです。はい、同様に FX における手法もあくまでも道具でしかありません。手法の裏に隠されている努力、知識、経験が本来の価値なわけです。ところが、この FX の世界で手法をね、高額で買うような方もいらっしゃると思いますが、FX の世界では高額で売ってもいますよね。なので、その手法を高額で買って、はい、勝てなかったとなるわけです。なぜでしょう？よく考えてみればわかるはずです。当たり前ですよね。以上の話で言うと、あなたは靴を買っただけなんですよ。靴を買っただけでオリンピックで優勝できるなら全員が買いますよね。手法だけでは勝てないっていうことをしっかりと理解しましょう。とはいえ、手法を探してしまう気持ちはよくわかります。私もそうでしたからね。はい。ということで、そんなあなたに向けてですね、私の手法を公開します。はい、私は手法を隠してるわけではありません。すべて公開してますので、もっと早く知りたい、もっと詳しく知りたい方は LINE 登録していただければなと思いますが、はい。もう一度お伝えしておきますが、手法はあくまでも道具なんですね。はい、手法を知ったからといって同じチャート設定にしたからといって勝てるわけではありません。そこはしっかりと理解しておいてください。
はい、ここまで読んでいただいた方は、手法を知りたくてね、仕方ないと思うんですが、もう少々お待ちください。はい、今回のこの投稿の意味はですね、本当に価値のあることを皆さんに届けたいという私の熱い思いの塊ですので、はい、手法をね、ただ簡単にお伝えするのはとっても簡単なんですけども、それよりもその手法を構築するまでの考え方や調べ方に、本当の価値があると私は思っていますので、はい、あくまでも、私は、金融経済の専門家じゃありませんし、一個人としての考え方であり、トレードが趣味、好きでやってるというだけの一般人ですので、詳しい内容や理論に精通しているわけではありませんので、その点につきましては何卒ご容赦くださいということですね。はい、さて話を戻しましょう。ここまでの内容から、FX の世界はとにかく厳しい世界だということをご理解していただけたのかなと思います。はい。いよいよ皆さんが気になっている手法を構築する上での大切な考え方ですね。考え方について、お伝えしていこうと思います。はい。これを読んでいるあなたは、まだ FX を始めて間もない方、数ヶ月経ってるけど、なかなか結果が出ない方、もしくはそれ以上経験があるものの、毎回資金を溶かしてしまう方、はたまた、すでに FX で成功されている方もいらっしゃるかもしれません。実はここに、私の経験上ですよ、興味深い事実があると思っています。それは、経験値によらず、誰でも経験することはほとんど同じ。もしくは似ているということですね。チャートには、MA、移動平均線ですよね。ボリンジャーバンド、水平線引いたり、トレンドライン、RSI、ストキャスティクス、MACD、さらにはフィボナッチを当ててみたり、エリオット波動を数えてね、こうやって波を数えてみたり、最初はドル円の日足、4時間足でトレードしていた。が、そのうち1時間足、5分足、ましては1分足。時間足がどんどん短くなり、それでもうまくいかない。そこでポンド円、ポンドオージーなどのね、トレード、ボラの高い通貨をトレードしてみるものの、同じくうまくいかない。そして、ゴールドとかに手を出すわけですね。ゴールドをトレードするようになり、ましてや自動売買、EA にたどり着く。自動でやってくれた方がいいや。自動売買にたどり着くと。はい、それでもあなたは、なお資金が増えても、結局全て溶かしてしまう。違いますか？実はこれ、全て私が経験したことですね。はい。おそらくあなたも同じような経験をしたのではないでしょうか。このように誰しもが似たような経験をするというのを知ったのは、トレーダーには有名な書籍ですね。デイトレードという本を書いてあります。はい。この書籍にはトレードに対する望み方や考え方など、メンタル面に関するですね、普遍的な内容が書かれていますので、興味のある方はね、ぜひご覧ください。はい。ということでですね、不遇の天才と題しまして、もう次の話に行きましょう。では、この共通点があるという観点から考えてみましょう。トレードでお金を稼ごうとする人が同じような経験をするということは、もちろん人間には同じような性質があり、これは疑いようのない事実だということになりますよね。はい。では、相場はなぜ動くんでしょう？なぜでしょうかね？自動で動いてるんですか？そうですよね。他でもない人間が動かしているはずです。人間に共通の性質があるとするならばですよ。今まで同じような失敗をしてしまうとお伝えしました。人間に共通の性質があるとするならば、人間が動かしている、トレードしているチャートにも何かしらの共通点があるはずだと私は考えたわけですね。そこで過去の先人たちの知恵を拝借させていただこうと、相場の歴史を調べ始めました。はい。で、この相場の歴史にこそ普遍的な性質である過去、相場の本質があるわけですね。ここからは過去にタイムスリップして相場の歴史について学んでいきましょう。きっとこの歴史を学び終わった頃には相場の本質をしっかりと理解できていると思います。時代は変わりまして、遡ること約120年ですね。フランスで相場を科学的に分析しようという試みがありました。ルイ・バシュリエは数学の能力に秀でており、特に確率論に関して興味を持っていました。当時は相場に数学や物理学を用いる研究はされておらず、まさにこの分野のパイオニアと呼ばれる存在だったでしょう。にもかかわらず彼は不遇の天才と呼ばれているんですね。はい。1900年冬季の理論、ルイ・バシュリエが、1900年に発表したもの、提唱したものですね。はい。全くデタラメな動きが連なって形成されていると。後にランダムウォーク理論と呼ばれるものですね。彼は1870年にフランスの賑やかな港町で生まれ、とにかく勉強が得意で、善と有望な少年だった。ただそれからというもの両親の死、兵役、戦争を経験して、その才能を十分に活かせる機会には恵まれなかったんですね。これから個人的な、私個人的な、意見なんですけども、確かに境遇はね、時代にも、恵まれなかったのかもしれませんけども、人には恵まれていたんじゃないのかなと私自身は感じています。というのもですね、有名なアンリ・ポアンカレ予想とかですね、アルバート・アインシュタイン。
ポール・レビ分布とか、ランジュバン方程式ですね。ポール・ランジュバンなどですね。名高い数学者、物理学者と関わる機会があったんですね。これは羨ましいことですよね。自らが出した論文はことごとく批判され、評価されるのは彼の死後なんですね。まさに不遇の天才と言われているわけなんです。なんて言うんでしょう。言ってみればですね、この時代がまだルイ・バシュリエに追いついてなかったってことですよね。はい。はい。ということですね。いかがでしたでしょうか。これがですね、ルイ・バシュリエの簡単な紹介でした。はい。後の研究でですね、彼が研究したのは国際でありですね、当時の国際は値動きが小さく、動きも非常にゆっくりだったので、正規分布ですね、ランダムに従っているように見えたが、その後の研究でですね、実際の株価は対数正規分布に近い分布になるとされており、収益率が正規分布になるとされている。はい。これはモーリー・オズボーンさんが発見したものなんですけど、私のね、好きな方なんですけど、モーリー・オズボーンさんが発見したものになります。はい。今度はですね、仮説は理想という題でお送りします。ここからはですね、有名な効率的市場仮説についてお伝えします。ここでも実はルイ・バシュリエですね。不遇の天才です。バシュリエの功績が大いに関係していますので、彼の能力はまさに天才と言えるでしょう。誤って理解している方も多いので、できるだけわかりやすくお伝えしようと思います。時はですね、バシュリエの時代から約50年後です。ランダムウォーク理論は、ようやく世界に受け入れられるようになってきました。1965年、シカゴ大学の経済学者であるユージン・ファーマーが効率的市場仮説というものを提唱しました。実はこの仮説はバシュリエがすでに提唱したものだったんですけども、当時はですね、時代がまだルイ・バシュリエに追いついてなくてですね、全然注目されず、まさにね、ルイ・バシュリエは不遇の天才だと言われてますね。はい、1965年効率的市場仮説、ユージン・ファーム。はい、相場は、利用可能な情報をすべて的確に織り込んだ効率的な価格となる。で、ランダムウォークに近い動きをするようになって、で、後にブラック・ショールズモデルがね、登場して、そのままデリバティブが発展します。で、この効率的市場仮説っていうのを、論文の中にですね、ノイズトレーダーというね、記載があるらしくて、私もちょっと読んでみたいんですけど、見当たらなくてですね、ノイズトレーダーっていう中でですね、効率的に従わないトレーダーのことをノイズトレーダーと言ってですね、当時の論文ではテクニカル分析を、使ってトレードする人はノイズトレーダーと分類されていたらしいですね。はい。バシュリエのランダムウォーク仮説によると、今の時点で予測可能な出来事はすでに現在の価格に織り込まれているはずだということになります。つまり、未来のいい出来事、例えば決算がプラスだったとかね、はい、未来のいい出来事に関する情報は、現在の価格を押し上げますね。もちろんロングですね。はい、反対に未来の悪い出来事に対する、ちょっとなんか業績悪そうとかっていうね、未来の悪い出来事に対する情報は、現在の価格を逆に押し下げてしまいます。はい、そうなると、相場の動きは結果的にランダムになるはずだと考えたわけですね。これをもっと深く理解するために現在の価格が成立する瞬間についてちょっと考えてみましょう。はい、売買が成立する現在の、価格が決まるってことですね。売買が成立するということは、売り手と買い手が、とある価格で合意するということになりますよね。売りたい人と買いたい人が、やだ、それじゃ高すぎる、安すぎるみたいなのをね、いっぱい繰り返して、じゃあこの価格にしましょうっていうふうに、価格が決まるっていうのが現在の価格だというわけですね。はい。で、ここで重要なことはですね、買い手が株を買うというのは、少なくともこの先、もっと株価が上がると思ってるから買うわけですよね。それはそうですよね。皆さん儲けたいわけですから、もっと上がると思ってるから、買い手は買うわけです、株価をね。はい。逆に売り手は価格が下がると思ってるから売るわけなんですね。はい。なので、はい、ここポイントですね。情報に通じた投資家ですね。情報に通じた投資家たちのある人々はあらゆる情報を加味した上で株価が上がる方向にかけますね。上がるはずだと。はい。で、他の人々は下がる方にかけている。で、この両者がちょうど釣り合ったところが、現在の価格であるよということになるわけですね。つまり、ある時点での株価は、あらゆる情報を加味した上で、上がる確率と下がる確率が、どちらも 50% になる価格となるわけなんですね。はい。このように、ランダムウォーク仮説というね、立場、相場はランダムだという仮説にのっとって、紐解いていくとですね、株価は必然的にランダムに動くことになるということになるわけですね。で、これをまとめたのが効率的市場仮説と言います。はい。ただ名前にね、仮説とついてますよね。効率的市場仮説とありますので、名前に仮説とついているように、これは厳密に実証されたものではないんですね。あくまでも仮説なんです。仮説です。
必ずそうなってるって言ってるわけじゃありませんよ。効率的市場仮説は。あくまでも仮説ですからね。はい。はい、ここにも書いてます。ハイポセシスね。仮説です。なので、あくまでも仮説であるということはしっかりと認識しておいてくださいと。はい。効率的という言葉もですね、これはあくまでも理想的な環境ではということを意味します。例えば、物理学で言ったら自由落下の実験がありますね。ボーリングの球と鳥の羽を同時の高さからね、こういう風に落としたら、どっちが早く落ちるか。現実世界で言ったらボーリングの球の方が早いはずですね。でも、物理学は、理想的な環境をね、真空中でという条件をつけて、ね、実験をすると、一緒に落ちるよねっていうことで、重力加速度とかね、測定するわけですけども、はい、そういうあくまでも理想的な環境ではという意味です。効率的というのはね。はい、また、ファーマの研究では効率性を3段階に分けて定義しているんですね。で、その中の完全な効率性も相場に本当に全て、もうインサイダー情報も全て含めた、もうどんな情報もあらゆる情報も含めた、完全な効率性っていう、ストロング型というものは、効率性はですね、実証的にもほぼ否定されています。なので、全く全てをチャートに織り込んでいるわけではないよと言っているわけなんですね。はい。で、次の話ですが、ブラックマンデーと言われるもの、暗黒の月曜日というものですね。はい。いかがでしたでしょうか。これからですね。これがですね、効率的市場仮説の概要です。さて、ここからはですね、有名なブラックマンデーについて話していきましょう。はい。ファーマの時代からですね、時は流れること約20年です。この時代では、ランダムウォーク理論と効率的市場仮説が世の中に浸透してきたと同時に、科学も発展してきたわけなんですね。はい。そんな背景もあり、投資家やトレーダーの中では、科学が進歩してきたので、市場はますます効率的になるはずだ。例えば今だったらインターネットがね、普及してますよね。なので参加者が多いはずなのに、ますます効率的になるはずだ。とね。はい、暴落することなどありえないと高をくくっていたそうですね。ただそんな時、今では有名なとある出来事が発生してしまう。はい、それがこれですね。ブラックマンデーと言われるものになりますね。はい。そう、それがですね、1987年10月19日、月曜日に起きた、俗に言われているブラックマンデーです。なんと、ニューヨークダウがですよ、1日で約 23% も大暴落してしまったわけです。23%、とんでもないですね。はい。これは相場がランダムだとすると、6×10 の97乗、年に一度。はい、起こり得る確率ということになってしまいですね。これは宇宙の年齢が 1.4×10 の10乗ですから。10の10乗で10の97乗ですからね。はい。よりもはるかに長い年月に一度の確率ですよ。例えて、本当に簡単に言いますと、宇宙が誕生してから、今現在までですね、宇宙が誕生してから、今現在までを100億回繰り返します。はい。もうこの時点でわけわかんないですけど、100億回繰り返して、それをさらに8回繰り返せる。ぐらい途方もないですね、年月に、たった1回だけ起こる確率ということになりますね。つまり絶対に起こり得ないことが起きてしまったということになります。このことからですね、相場はランダムではないという意見が、多くなったわけなんですね。大暴落したのはもちろん大きな問題、大問題なんですが、実はそれよりもさらに大きな問題があるんですね。はい、実はなぜ暴落が起きたのか、未だにはっきりとは解明されていないんです。これだけの大暴落があったのですね、もちろん事後ですよ、いろいろ研究されてました。分析研究されたんですけれども、例えばですよ、アメリカとドイツの経済政策の違いから市場が疑心暗鬼になった。FRB による利上げの開始で不安が広がった。コンピューターによる自動売買で売りの連鎖が引き起こした。などと言われてるんですが、これらのね、理由とか原因の全てがですね、なぜこの日じゃなきゃいけなかったのかっていう説明にはならないんですね。なぜこの日に大暴落を引き起こしたのかという理由にはならないんです。つまり、この暴落は起きるべきして起きてしまった。起こるべくして起きてしまったのだということになります。実はこのような異常な事態が起こりうると、示唆する研究がですね、そのブラックマンデーが起きるよりもだいぶ前に、一人のフランス人学者によって提示されていたんです、実は。はい。で、その人物の名前がブノア・マンデルブロン。以上が、ブラックマンデーに関する、概要ですね。はい。この出来事がきっかけで、金融の根幹を揺るがす、まさに金融工学の発展のきっかけになりました。ここからいよいよ相場の本質が見えてきますということですね。はい。続いて、フラクタルという題でお送りします。いよいよ相場の本質に迫りましょう。まずは、ブノア・マンデルブロについてご紹介します。ブラックマンデーが起きる、約60年前にですね、1924年にポーランドの首都ワルシャワでユダヤ人リトアニア人の両親のもとで生まれました。
はい、叔父がですね、数学者だったんですね。叔父が数学者で、その影響を大きく受けてですね、自身も、数学の道を進むことになったわけです。彼は当時の数学界を賑わせていた研究には全く興味を示さず、とにかく幾何学に夢中だったわけですね。幾何学図形とかですね、はい、三角形の角度とかやりましたよね。それが幾何学です。幾何学に夢中になっていました。はい、彼はですね、第二次世界大戦中ホロコーストと言われるユダヤ人大量虐殺を生き延びた人でもあります。はい、生前彼は人生についてものすごくきつかった。相当危なかったことも何度かあると発言しており、現在日本に住む、私たちですね、私たちには計り知れない経験をしたのだということは、想像には難くありません。そんな境遇でさえも学ぶことはやめずに自分の研究を進めていたわけです。本を常に持ち歩いてたみたいですね。すごいですよね。はい。そこで、ジップの法則やパレトの法則。はい。パレトの法則ね、80対20の法則とかっても言ったりしますね。はい。からヒントを得てですね、フラクタル、自己相似形を発見したわけです。実はこのフラクタルというのは株価のチャートを見て思いついたと言われています。本当かどうかわかりませんけどね。はい。それから市場価格の変動に興味を持って研究していると、不遇の天才、ここでも出てきますね。不遇の天才、ルイ・バシュリエにたどり着きます。ただ、根本の考えは、ルイ・バシュリエに賛成するも、特殊な状況では正規分布には従わないとしたわけなんですね。はい。ここでも出てきました、ルイ・バシュリエ。まさに不遇の天才ですね。やっと時代が追いついてきた感じですね、ルイ・バシュリエに。はい。で、マンデルブロによる実証研究では、相場の変動はランダムだと考えられるが、その結果としての確率分布は正規分布ではなく、安定分布に従うと結論付けました。はい。で、安定分布って何なのっていう話なんですけども、安定分布には正規分布も含まれるが、それ以外の分布も含まれるわけですね。講義の意味での安定分布と言えることも言えましょうね。はい。この安定分布には特性指数というものがあって、0から2というものがあってですね、それが2となるのが正規分布と呼ばれますというものです。この安定分布の特徴として、急激な価格変動が起きる確率は正規分布で想定されているよりも高いと言われてですね、例えば暴落や暴騰の確率は、ランダムだとする、確率よりもはるかに大きいよと言っているわけなんですね。これが一般的にファットテールと呼ばれています。ちなみにその後の研究では、必ずしも安定分布になるとも言い切れない部分があるんですね。なので全面的に正しいとは言えないんですが、マンデルブローが主張した異常な事態が起きる確率、暴騰や暴落ですね。は正規分布よりも高いという主張は、その後にまたリーマンショックが起きるんですけども、その後に起きたリーマンショックからも納得されています。はい、で現在の物理学の複雑系カオス理論ですね。複雑系と呼ばれているカオス理論にはフラクタルは欠かせないものとなっています。で以上がですね、相場の歴史になります。で次のページで整理してまたさらに深掘りしていきますね。はい、いよいよテクニカル分析という題ですね。はい。で、これまでの相場の歴史から分かることは、まずこちらの画像をご覧くださいということで、はい、相場変動は、ランダムに近いところとそうでないところがあるそうだなっていうところですね。で、そうでない特殊な状況下では、べき分布に従うよと。べき分布にはフラクタル、自己相似性という性質があり、そこでテクニカル分析が通用するんだよというところをね、詳しく説明していこうと思います。はい。まず、相場の価格変動は、ランダムに近いところとそうでないところがあることが分かりましたね。でさらに特殊な状況下では、これ後で説明しますけどもね、安定分布に従うことが分かりました。これはルイ・バシュリエ、不遇の天才からですね始まって、フラクタル・ブナー・マンデルブロが研究し発見しました。なおこの特殊な状況下というのは、今ではですね、ボラティリティが高い時とされて、オプションのオプション価格の計算に取り入れられていますね。はい。で、オプションはブラック・ショールズモデルからね、対数正規分布に従うとされているんですが、それでボラティリティもね、考慮されていますね。はい。また、このボラティリティが高い時には、べき分布に従い、後で口述します。はい。で、そのべき分布の性質として、フラクタルという自己相似性があるとされているわけです。で、この自己相似性って何なの？結局フラクタルって何なのっていうところなんですけども、例えばですよ、チャートで、有名ですよね。サンゾン、ヘッド&ショルダーが
高値圏で出たら、トレンド転換する可能性ありますよとかね。はい。あと同様にダブルトップやダブルボトムですね。あとレクタングルやペナントなどいっぱいありますよね。チャートパターンが。はい。同じようなパターンがどの時間足でも確認できるということと一緒。1分足でも5分足でも15分足でも1時間足でも4時間足でも日足でも週足でも同じようなパターンが見られますよね。これがまさに自己相似性というものです。はい。海岸線のパラドックスとかって、ググっていただくとまた面白い話が出てきますけど、ちょっと調べてみてください。これはつまり自己相似性という、フラクタルというのがテクニカル分析の根源であると言えるでしょう。さらに言えばですよ、べき分布に従うところでトレードすればテクニカル分析が通用するんだと言えるのではないでしょうか。どうでしょうかね。はい。これで、なんとなくね、どういうところでトレードすればいいのか見えてきたと思います。はい。ここからもっと深掘りしていきます。いいですか？こちらがファットテールですね。はい。べき分布、格子分布、正規分布、レビ分布といろいろありますね。これがね、正規分布なんですけど、正規分布より太い、確率が高いのがレビ分布とべき分布になりますね。ファットテールって言われるのは、こんな正規分布よりも太いよねっていうことを、総称して、みんな揃ってね、全部べき分布って言ったりもしますけどね。はい。ファットテールということになりますね。はい。で、続いてまず左のグラフをご覧ください。このグラフですね。はい。これは取引注文数の日中の変動、確率密度分布、ちょっとね、難しい言葉ですけども、表しており、横軸は時間です。時間。で、縦軸は確率密度。確率密度分布なんでね、確率密度となっています。簡単に言うと、上に行くほどですよ。上に行くほど、注文数が増えるわけですね。注文数が増えて、ボラティリティが上がると、市場参加者が多いということを示しています。ボラティリティが高いということは、先ほど説明しましたね。特殊な状況を意味することになり、これはつまりトレードする時間帯が大事だということを表すということになりますね。はい。中でも特徴的なのが欧州時間の前半の突発的な注文数の変動。ここですね。ここ。はい。これざっと見てみましょうかね。はい。朝午前9時から東京時間がこう始まってね、市場参加者増えますよね。このぐらい。はい。で、市場がね、お昼ぐらいに閉まるとちょっと落ち着いて、また欧州時間15時からね、18時にかけて、こう、ドーンと増えてきますね。はい。欧州時間に向けてね、ドーンと増えてきて、で、ここからニューヨーク時間に向けて、またドーンとね、増えていきますね。はい。これでですね、欧州時間前半の突発的な注文時間、こんな感じかな。はい、こんな感じ。ちょっとロンドン9時、これ書いてあるんですけどね。はい。欧州時間と呼ばれるものですね。で、ここ、はい。が、魔の時間と呼ばれているものですね。デイトレードされている方なのでよくわかると思います。突発的な値動きがね、よくありますね。はい。で、さらに東京時間の中値で決まる時間、ここですね、ここ。このピュッとした値ですね。はい。東京時間中値が決まる時間も注文数が増加しているのが確認できます。はい。また東京時間よりも欧州時間、ニューヨーク時間、の方がボラが高いことが一目瞭然ですよね。はい。一般的にね、トレーダーはね、東京時間、欧州時間、ニューヨーク時間と、こうやって言ったりしますね。はい。で、欧州時間、ニューヨーク時間の方が、ボラが高いのは当たり前ですよね。これを見ると一目瞭然です。つまり15時以降の、このボラが高い時間でトレードするですね。トレードすれば、テクニカル分析が聞きやすいということになりますよね。なので、このことからまずはトレードするときは、時間をしっかりと意識した方がいいよね、ということがわかりますね。はい、続いてですね、べき分布についてお伝えしていこうと思います。はい、今度はですね、ドル円の上昇方向、ロングについての振る舞いをちょっと見てみましょうか。はい、左のグラフはですね、価格変動の累積分布関数、この辺はちょっといいのでね、さらっと流してください。はい、1分後の価格はべき分布を表す直線、ベータイコール 2.5 に近似でき、時間が経つほどにランダムに近づいてしまうことが確認できますというものなんですが、はい、こちらはですね、1分間後の値動きをこうね、プロットしたものがこんな風になってですね、100分間、1週間というものになりますね。はい。つまり時間が経てば経つほど、はい、ランダムに近づいてしまう。これがランダムを表す曲線になります。はい。ランダムに近づいてしまって、1分間後だったらね、このべき分布、ベータイコール 2.5 という数字の、近似できる直線が描けるところに、近似できると。で、100分間もギリギリと言えるんでしょうかね。はい。で、具体的にはですね、1週間後の値動きはほとんどランダムだと言えます。そうですよね。ほとんどランダム。つまり、このグラフから分かることは、ドル円の上昇方向に関しては少なくとも100分以下であれば、べき分布に従いやすいと言えますよね。はい。実際にトレードする上では100分間に近い、100分足はありませんから、はい。100分間に近い1時間足以下でトレードすれば、べき分布に従いやすいよね、ということが分かるわけですね。
はい、一方ですね、今度は、ドル円の下落方向、ショートの方向に関するグラフです。はい、同じようなグラフですね。今度は下落方向です。はい、上昇方向とは異なり、下落方向については、1週間後の価格もランダムにはなりにくいということが分かります。はい、1週間後、これですね、1週間後もランダムにはなりにくい。完全にここに先ビタってくっつくわけではないよと。いうことが分かります。で、さらに100分後の値動きも同様に、べき分布、ね、このべき分布に従うという直線に近似できるということが分かることからですね、ドル円の下落方向については長い時間足、週足程度でもですね、べき分布になりやすいと言える。つまり、どの通貨もそうなんですけども、下落方向の方がテクニカル分析が効きやすいということになるわけですね。はい。上昇方向よりは、上昇で1週間経っちゃうとランダムになってしまいますので、もう下落方向の方がテクニカル分析が効きやすいということがこのグラフからもわかると思いますね。はい。で、FX ではロングもショートもしますよね。はい、例えば、ロングは、1時間足以下見て、ショートするときは、週足も4時間足も見ようみたいな、そんなことはめんどくさいのでね、やってもいいんですけども、はい、ロングもショートもしますので、以上のことから考えるとですね、見る時間足は1時間足以下でテクニカル分析、チャートを分析した方が合理的だと言えるのではないでしょうかね。はい。で、ここでベータイコール 2.5 という数字が先ほど出てきましたね。で、この数字というのは通貨によって変わることが示されています。これはドル円だけでしたけども、この書籍の中でですね、ドル円以外の通貨もね、あって同じような動きをすることが示されていました。で、この数字が異なるということは、べき分布で表されるフラクタルの図形が通貨によって異なることを意味しますね。例えば簡単に言えばですよ、3ゾーン、ヘッド&ショルダーが出現しやすいのか、ダブルトップが出現しやすいのかというようにですね、通貨によって出現するパターンが違うということを意味します。それがこの数字の違いとして出てくるよということですね。はい。また、この左のグラフですね。左のグラフは価格変動の拡散の度合いをランダムな場合と比べてどうなっているのかを表しているものですね。はい。で、このグラフを見ると、ここ60分。1時間以上経った後の拡散の仕方ですね。はい。ランダムね、こういうふうにパン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 ってこう拡散していくわけですね。はい。拡散していく。拡散の度合いなんですけども、1時間を超えちゃうともうほぼランダム。拡散の度合いはね、ランダムと変わらないのに対して、1時間足より下では拡散の度合いが遅いということが、示されているわけなんですね。はい。で、これはつまりですね、1時間足以下では、レンジ相場になりやすいということを示しています。以上のことから、チャートは1時間足以下を用いて分析して、レンジブレイクを狙う、ね、トレンドのブレイクをね、こうやって狙うよりも、レンジ相場を想定したトレード手法を考えた方が、科学的には合理的だと言えるでしょう。はい。さらに、前回のページで紹介した時間管理を加えれば、もうトレード手法が見えてきましたね。どんなトレード手法を作ればいいのか。はい。トレード手法の完成ですね。はい、まとめですね。ロングよりショートの方がテクニカル分析が通用しやすいんだよということが分かりました。2つ目、チャートは1時間足が以下がいいよねということですね。ロングとショートね、両方するのであれば1時間足以下がいいよねということですね。はい、3つ目は1時間足以下の値動きはレンジ相場になりやすい。これも確認しましたね。はい、4つ目は通貨ペアによってチャート形状は異なるということが分かりました。で、以上のことを具体的にトレードに活かすとするとどういうふうにね、活かすといいのかということですね。はい、一つ目。まずは時間管理が大事。これルールですよね。はい、時間ルールとして落とし込む必要があります。時間管理が大事ですね。で、二つ目は、1時間足を見て分析トレードする。これもありましたね。1時間足以下。1時間足以下を見て分析トレードしましょうと。で、3番目は、利確ですね。レンジ相場になりやすいので、例えばエントリーした時の利確っていうのは直近の高値安値がやっぱり目安になる。レンジになりますからね。なので高値安値が目安だと言えますね。で、4番目、チャートの形を覚えるということですね。で、通貨ペアによって多少異なります。で、チャートの形。で、次回のですね、次の、2の書というところでですね、具体的なチャートの、手法をお伝えするんですが、それはですね、またもう少々お待ちください。今がですね、もっと、チャンネル登録者数が増えたら紹介したいなと思います。はい。次の2の書ですね、具体的なトレード手法を解説したいと思いますのでね。はい。で、こちら参考文献です。はい。どれも面白い領書ですので、ぜひ読んでみてください。参考文献です。はい、最終的なまとめですね。これが私のトレード手法、マジックトレードの根拠です。はい、根拠になります。私はこういうことを考えて手法を作りました。はい、根拠になりますので、ぜひですね、第2弾、具体的な手法解説もありますので、いつ
ちょっと作るかわかりませんけども、具体的な手法を書いておりますので、お楽しみにということですね。はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録していただいて、高評価、コメントで応援していただけたら幸いです。また次回をお楽しみにということで、コミュニティやってますので、もし、もっとね、トレード手法について詳しく知りたいですっていう方は、ぜひ LINE 登録していただけたらなと思います。ということで、ありがとうございました。